あ、じゃあすいません。はい。はい。明日よろしくお願いします。すいません。うわ、うま。何時出国？夜は11時半出勤。マスター、乗っていく。絶対乗ってかない。マスターも乗ってたよ。死ぬ。もう俺船降りて3週間ぐらいになるから、明日酔わないから不安で仕方ないんだけど。うちの場合、カッパの中に救命胴衣、外に出てると何やられるかわかんない。カッパの中にそのカゴ自体はまっすぐ入れる、回して入れるとか、いや、まっすぐ。あくまでまっすぐ。いや、隣に赤の他人様がいるんで、やっぱまっすぐ。ああ、やっぱそうなんだ。入れる仕掛けも何度とかって決めある。いや、もうノースサウスかウエストイーストで入れないと、統計のラインで入れるか、ノースのラインで入れるか。それでは2年前に建造されたばかりの新造船第50号新世丸に乗って日本海のエビカゴ漁に行ってきます。この新世丸、お値段なんと2億円超えの最新鋭のエビカゴ漁船となっております。せっかくなのでブリッジの中のね最新機器とかも見せてもらいながら漁場へ向かっていきたいと思います。地形が一目瞭然ですもんね。立体的に見えるんで、ですよね。もうイメージはある。こんな使いやすい機械ないっすね。見たことないっすね。わあ、すごいな。エアコンいいな。なかなかついてるとこないっすもんね。こっちの配電盤が冷凍機で水槽をはい。管理をする。それがエビカゴでやるとそうですよね。全然違いますよね。生命線、スラスナーが前とこれが友でこっちが思っておる。友は開閉式なんで、はい。今うちらはこの辺まで行くから、はい。こんなべっこだから、はい。こちらから言わせたらまあそうっすよね。じゃあここ行くまでに2時間ぐらい。夏はやばいまで行く。それをこの暗闇に走っていくと。前見えてないけど。そうっすよね。ありがたい。ブリッジ入れるのがありがたい。おはようございます。この暗闇で見えるんですね。標識灯ついてるから。ここで490メーター。これ今一番浅いとこ。これで浅いんだ。すごっ。ここにしてるってのはあるんだけども、固まって上がってきたっていうからちょっと時間かかるかな。はい。はい、ということで深夜2時エビカゴ漁が始まりました。で、水深が深いのでボンレンズがとにかく長い。もう体感でね10分くらい巻いてたんじゃないかな。で、カゴがついてるロープが上がってきたら連結させてるところをほどいて友から来てるロープに結んで友までロープをね直行させます。このシステムを初めて見ました。そして1個目のエビカゴが上がってきたんですが、船頭さんの言ってた不安が的中してしまいます。ロープを固定させないように慎重にね巻いていきます。きっとこんなトラブルなかなかないんだろうけど、ロープを切ったり、怪我をしないようにね絡んだロープを丁寧にほどいていきます。
はい、そして本格的にカゴ上げが始まりました。で、外が真っ暗でね、波が全く見えない。これは本当ね、バランス取るのがめっちゃ大変。エビの餌はスケソウ、スケソウタラかな、スケソウタラかな。これをぶつ切りにしてネットに入れる。もうね、1週間くらい経ってるみたいで、餌がね全部白骨化してました。餌を入れたエビカゴはエビが出ないように、こっちのカニカゴでいうシリートっていうんだけど、そこを閉じてベルトコンベヤーに乗せて友まで自動で運んでいきます。友ではインドネシア実習生の、ちょっと名前わかんないけど、早助みたいな棒を使ってカゴを積み上げていきます。で、この船には2人のインドネシア実習生が乗っていて、とても稼ぐ働き者だと船頭さんが言ってました。これって何を開けてるの？ここに入れてるんです。あ、お餅。これお餅。こうやって選別されてくるんだ。すげえな。ローラーがちょっとこう表に向かって開いてる。ああ、なるほどね。ちっちゃい順番からコト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 。ああ、なるほど。最後大きいのの台登るんだ。ああ、これはいいシステムだな。これはいいスタイルよ。これすごいわ。おお、電波だやろ。取れた甘エビはサイズ別で箱に入れて、甘エビの生息域に近い水温に管理された漁槽へ入れておきます。これだけ綺麗に積んだカゴもすぐに海へと投入されるので、なんかね、頑張れ実習生くん。最初にトラブルもあったので1時間半かけてカゴを上げ終わりました。あとは目印の玉とボンデンを上げたら、また次の仕掛けを入れる場所へと向かいます。これを6回繰り返す。はい。これで今上げて入れてワンセットって感じですか？そうそう。淡々とロープを海へ投げ入れてましたが、あれね、鉛入りのロープだし長いし、なかなかの重労働。おまけに危ないし、さすがはねプロでした。そして綺麗に積んだカゴの山はあっという間に崩れていき、ものの15分でカゴ入れ終了となりました。でもこのやり方ほんと効率いいなぁ。風弱いから赤からでも巻けると思うと。了解です。赤から巻きます。
ゆっくり前に来いよ。白でいいから切れたらアウトだから。はい、ということで他の船も前日のしけが影響しているらしく、ここまでね全部の弾と梵天が無事なだけ新鮮丸はねスムーズに進んでいるのではないでしょうか。午前8時、朝食も食べ終わってやっと半分まで来ました。いやまだ半分。はい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 。そうですよね。太陽も昇って明るくなってきたので、だいぶね周りが見えるようになってきて、波の様子が一目瞭然。これでねいい波みたいです。エビを入れる漁槽に水をたくさん入れるので、船の表がだいぶ下がってきました。やっぱりね自分の乗ってる船とは違った揺れを感じました。いや今日は凪らしいんですけど、明るくなったので GoPro を海に突っ込んで海中撮影してみたんですが、もう巻くスピードが速いのと、エビもねカゴの中で小さくて目立たないのであまり映りませんでした。さてそろそろ仕事の流れや危なくないね動線が分かってきたので、お手伝いタイムということでエビの選別を手伝ってみます。全部入れていいのこれ。主観映像なので皆さんもね選んでるつもりで見てみてください。食べてもいいよって味しないんじゃないの？まだ味しない。味しないよね。はい、ということでエビカゴにもタコは入るみたいでネットに入れて出荷するようです。そろそろ終盤となってここで一段落。このね4本目の仕掛けは甘エビがたくさん入っていて大量だったようです。ここで白くなって落ちてしまっている、要はね死んじゃってる甘エビを発見。エビはかつ、生きてるやつしか出せないらしいので、ここで漁師の特権タイム発動ということで食べてみたんですが、死んでからね何日経っていたエビかは知らんけどね、マジで過去一甘くて美味しい甘エビでした。マジ過去一。そして超大量の甘エビを選別機のコンベヤーに乗せて4本目が終了。選別台のね開いてる穴に入れまくった小持ちの甘エビもたくさん溜まっていました。小持ちの方がうまそうに見える。あ、やっぱそうなんだ。で昔は小持ちってそんなに高くなかったらしいんですが、今ではね大の次に高額で取引される人気になったみたいです。これ赤い蓋が小持ちってこと？はい。ああ、そうなんだ。ここの水槽も温度管理されていて 0.4 度からマイナス1度くらいの温度がキープされているそうです。午後1時50分、いやもう2時ですね。ここでようやくラスト1本のカゴ分けが終了しました。1本目が始まった時は真っ暗な深夜だったのに、もう日が落ちてきてます。さす
すがに疲れてるはずですが、船員さんたちはペースを変えず仕事を淡々とこなしていきます。もうさすがとしか言いようがない。でエビカゴはロープについてる C 管とカゴについてる C 管を合わせてくっつけて海に入れていってます。で前の船の時は縛って結んでいたらしいですが、振動船をね吐いた時に他の船が採用していたこのやり方に切り替えたみたいです。最後タイタロープが全て海に入って本日のエビカゴ漁業務終了となります。毎日撮ってんすかこのデータ。あー宝物っすね。エビの種類書いておけば、硬い場所なんだなとかなるほど。把握できる。じゃあ帰るのに欲しい。了解です。帰ってきた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 。ちっちゃくないそれ。あんまり大きいかなと思って。今日の晩餐よ。今日の晩餐。ありがてえ。入っててね。入ってえな。黒もらった。いい経験になった。俺漁師だけど陸地嬉しいわ。いい言葉だ。陸地が嬉しい。陸地嬉しい。いやありがとうございました。お疲れ様でした。めっちゃ勉強になりました。参った参った。はい、いきます。せーの。ということで、やばちょっとくれすぎじゃない？新生丸で取れたこの甘エビ、これをね剥いてご飯を作っていきたいと思います。まず頭取って、頭はこれ頭汁にしよう。尻尾取っていい？尻尾取ろう。崩れうも。わー、うまそう。うわー、これの頭汁うまそうだなおい。でも味噌の色がいい。じゃあね、これを全部剥いていく。編集の力でせーのパッ。はい、ということで無事剥き終わりましたと。はい、頭がこんな感じ。すごいスロットのコインのさ口盛り見たくなったね。いや味噌こぼしたくないからさ。はい、ボールいっぱいに取れたむき身、これをねご飯に盛り付けて食べていこうと思います。はい、じゃあ今日はね甘エビを2色丼にするんで、漬けの甘エビを作っていきます。タレはあごだし、ごま油で、いつもの昆布つゆ、醤油で、ちょっとピリッとさせたいんでコチュジャン少し入れます。まずは甘エビをわっさーっと入れて、これちょっと多めにで、これをよーく混ぜると。じゃあね、これを冷蔵庫で冷やしていきます。たらー。いいんじゃないですか。味噌を透過していく。お味噌さ溶く網いいよね。網、なん使わないの？あれめっちゃ楽だよ。だから買ったことない。あれいいよね。絶対いいよ。あれ買おう。買え。うん。じゃあエビの味噌汁完成。はい、15分冷やしました。これでね、だいたい味も使ったんで OK。よいしょ。そしたらこれを盛り付けていく。はい、まずはご飯。そうだよっと。まずは普通のやつからね。それ。続いてタ
せて、最後に黄身をのせて、甘エビ二色丼の完成。実食。おーしゃ、はい、これいただきましょう。自分で取ってきたやつだからね。いただきます。うまい。こっちがタレ付きで、こっちが醤油かかってない方。まずは卵を割って、うわー、これに醤油をたっぷりいただきます。いただきます。うまい。美味しい。うん。うわー、これ染めしてるやん。うまい。これ明日もっと美味しいこれうね。まっ。まだブリブリだもんね。うん。このタレ付き。いやでももう味結構ついてるじゃん。これほんと半日ぐらい置いたらもっと染みてうまいかもね。うまっ。なんぼでも食えるこれ。うわうまい、本当にうまい。やっぱりさ、自分で乗ってってさ、取る大変さ見たら余計うまいよね。そうだね。それだけは間違いないよね。新生丸の船長、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。あとはゆっくりいただきます。